今回は序盤からカンストまでのレベル上げ方法について過去動画と重複するのもあり、今作はゲームバランスがしっかりして前作のような抜け道的なもの、はぐれホームレス集会や道頓堀アッパーマラソン的なものがほとんどなく、順番通りにレベル上げするのが手っ取り早い。急いで進めるほど戦闘きつくなるので、コツコツレベル上げ。敵のレベルが上がればその分経験値も当然増えるので、自分より少し強く時間かかるけど倒せる敵をダンジョンで倒していくのが効率的。今作の最適解だと思うが結論、ダンジョンで倒されても何も減らないし、倒されるまで周回して回復してまたくぐるくらいが良いと思う。以前クイックバトルでのレベル上げを紹介したけれど、あれは非効率だと思う。初期レベルで放置したジョブ上げ程度ならあり、各章を追いながら解説。5章でハワイダンジョンが解放。その前で厳しい方は街中の敵を倒してレベル上げ。多分年カウントベースが少ないので、今後のためにもベースを上げた方が良い。ダンジョン解放後はこちらを周回。アイテムや素材も集められる。ジョブも解放させて各ジョブ上げもする。メインジョブにレベル上げが偏るとジョブ変更がしにくくなる。メインを上げつつ他も上げるとステータスの基礎値を上げられる。6章で温度こと、これを5つ星まで進めると春日の全体攻撃技どんどこレーザーを獲得できる。これは全体攻撃できるので時間はかかるが金策も兼ねて最後まで進めることをおすすめ。金策兼ねて3つ星までは進めたいところ。2周目が悪きの方は2周目最初からも技が引き継ぎされるので獲得しても損はないです。各ジョブも経験値増の装備をつけたり食事やアイテムを使用もあるけど、作業効率的には装備が楽。装備もダンジョン周回してると獲得できる。金策も以前紹介した金王冠やおみくじを装備させて獲得金を増やしていく。ジョブ解放には人間力強化も必要。これはアロハリンクや絆ドラマ試験を受けて強化していく。10章で横浜ダンジョン解放。桐生の審議体を上げながら強くダイアリー等も進めながら上げる。合わせて戦闘方法をいくつか理解する。攻撃強化、いざ出陣と能力低下、未知の悪臭と状態異常、居合、疾風斬りとその他デリバリーヘルクとそれぞれバランスは好みが分かれると思う。1周目は能力低下ばかり使ってた。攻撃強化をすれば HP 高い敵もサクサク削れる。状態異常で攻撃しやすくなる。出血は侍の攻撃につながる。デリバリーでターン確保しながら攻撃もできる。代わりにデリバリードンロココンボは敵のモーション見なくて済み
短時間で戦闘を終えられる。おすすめジョブや技はまた別で出したいと思う。ジョブ技引き継ぎで絆上げも必要。こちらはクラブに連れて行くのが手っ取り早い。1周目で使うにはやや金策が必要になるけど、メインで使用したいキャラを優先に進めるのが有効。最強武器の作成方法については別の動画で紹介しているのでそちらを見てほしい。最強武器強化は終盤劇的に戦闘を楽にするので、素材集まり次第作成強化していくことをおすすめ。3周せず2周目でトロコンさせたい場合、エクストラハードでストーリークリアできるようファイナルダンジョンでレベル上げをして、ハードで2周目入ってモード変えながらレベル上げすることも可能。各ダンジョン難易度ごとの攻略推奨レベルはこちら。ハワイダンジョンノーマル、ハード、エクストラハード、横浜ダンジョンノーマル、ハード、エクストラハード、ファイナルハワイダンジョンノーマル、ハードストーリー自体の推奨が75レベルと高め、1周目で75レベル目指すか、2周目ハードで入ってハワイ、横浜ダンジョンをエクストラハードで周回するか、どちらかはしないと2周で取るのは難しい。2周目ファイナルダンジョンエクストラハード、レベル90あたりで1層から始めるとラスボス撃破あたりでカンストできる。各ジョブカンストは21回を周回するのがやりやすいと思う。ジョブ数の多いキャラはカンスト次第すぐジョブ変更。無駄なジョブ経験値摂取を減らす。女性キャラはジョブ少ない分すぐカンストする。装備の取り合いをさせないようにジョブ変更。最後はジョブ数多い春日が残る。ラスト確認3レベル上げならポイントも消化できずに残ると思うので、ジョブ上げを購入すると早く終わる。エクストラハードのファイナルダンジョンクリアを目標にレベル上げを進めてきたけど、セブンのファイナルミレニアムタワーほど鬼畜な難易度ではないので、アッパー使わなくても十分クリアできる。カンスト目指す方は頑張ってください。私は引き続き3周目回ってます。